ゆっくり確実に連射しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマシンガンを作ってみようと思います。今まで何度も作りましたが、今までのものよりシンプルで使いやすい連射武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは少ない部品点数で反動を抑えた発射の仕組みを作ります。こんな感じで黒さんの非接触接合機を利用して燃え尽きかけの松ぼっくりと最小サイズの火薬を少し離してくっつけました。こちらの松ぼっくり側に点火すると、これだと火薬が爆発しません。試しに古代の合金をつけてレーザーで温めてみても爆発しませんでした。そこで今度は古代の合金と火薬を離してつなげて古代の合金をレーザーで温めると、これなら爆発します。一緒についている松ぼっくりのかけらも燃えて消えてますね。こちらに弾丸としてセラミックスの刃と反動制御用の軽量プラスチックをつけたものを2つ並べて誘爆しないか確認してみます。なるほど。10センチ間を離せば誘爆しなかったので感覚はこれで良さそうです。こちらを複製してもっとたくさん並べていきましょう。構造がシンプルなので重量も軽く32ヤス並べても片手で持てるくらい軽いです。早速こちらを固定して先頭の方からレーザーを当ててみると、古代の合金が温められて火薬が爆発。そのすぐ後に松ぼっくりが燃え尽きて古代の合金をパージを繰り返すことで連続して弾を撃つことができています。でも連射が遅いのでもう少し工夫してみましょう。横に同じ弾をもう一つつけて2本のレーザーで同時に温めると、連射速度は上がりますが、固定している時は良くても手に持って発射することを考えると必要性はなさそうです。ついでにレーザー2本を同時に同じ古代の合金に当てる方法を試してもそんなに連射速度は速くなりませんでした。そこで今度は古代の合金を鉄に変えて丈夫にすることでより高出力のレーザーを当てて温める速度を上げてみましょう。古代の合金は5本のバッテリーまでしか耐えられず6本だと壊れてしまうのですが鉄を使うことで6本でも耐えられます。でも火薬に変化するまでの時間はほぼ変わりませんね。バッテリーを10本に増やしても変化しているのかわかりません。だからといってコンデンサを挟んで出力を上げると鉄がすぐ消滅してしまいました。もう少し出力を抑えて15本のバッテリーを使ってみても引火速度の変化は感じられませんでした。ここでさらに材質を変えて現実世界だと鉄より熱伝導率が高い銀に変更してみるとどうでしょうか。こちらを試してみると、ダメですね。銀はレーザーを反射するので、レーザーでまともに温められないみたいです。どうやら今のところは、連射速度は諦めて、古代の合金のままにしておいた方が良さそうです。ここから32ヤス並べた弾の周りに、手に持って撃つために必要なパーツをつけて、撃ちやすくしていきましょう。弾同士をつないでいるパーツを一つのパーツにまとめることで、部品点数を減らして、さらに、ベアリングを挟んでトリガースイッチをつけることで、弾が発射された時、手から落ちないようにしたら、5本のバッテリーもつけて、仕上げに狙うためのレーサーサイトを、なるべく弾に近い位置に貼り付けましょう。こうすることで、より正確に狙えるはずです。早速トリガーを引いて、発射できるか試してみると、問題なく発射できています。連射速度は速くありませんが、実用的には問題なさそうです。弾
数も32ヤスあるので、長い間戦えそうです。早速固定を解除して、手に持って撃ってみると、ゆっくり確実に連射しています。マシンガンにしては連射速度が遅すぎですが、この遅い連射速度のおかげで、反動による狙いのブレも最小限に抑えられています。これなら、弾が当たりやすくて扱いやすいんじゃないでしょうか。カメラに向かって撃ってみると、最小サイズの火薬を使っているおかげか、反応があまりないのがよくわかります。早速こちらを使って近くにある木を狙ってみましょう。レーザーサイトのおかげでかなり狙いやすいんですし、32ヤスの弾数があるので、少しぐらい外しても全く問題ありません。そのおかげでかなりの数の木を破壊することができました。今度はロボットを狙ってみると、重心が長すぎるせいで方向転換するのが遅いので、動き回るロボットにはなかなか狙いをつけるのが難しいです。それでもたくさんの弾数があって、外しても次のチャンスがあるので、弾がなくなるまで撃ちまくれば、それなりの数のロボットを葬り去ることができました。そして古代のコアを狙っても順調に破壊していき、自爆ドローンの動きを火薬の反応でひっくり返して封じるというファインプレーも見せてくれました。最終形態もちゃんと当てれば簡単に破壊できます。では、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。なるほど。距離が離れていると弾速が遅くなるせいか、ダメージがかなり低いです。それでも近づきながら弾を当て続けることで、どんどん耐久力を削って破壊することができました。数の勝利ですね。続いてドローン工場の壁を狙うと、それなりのダメージを与えて簡単に破壊できました。狙いもつけやすいので、上にあるレーザー砲台にも弾が当たって破壊することができています。そして風力発電機を狙っても、レーザーサイトのおかげでバシバシ当たってすぐに破壊できました。こういう遅い的にも連続で当てられるところが強いところですね。では次はこちらのザコキャラの大群を狙ってマシンガンを撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。弾を撃ちまくっていくと、確実にザコキャラを捉えて後ろに吹っ飛ばしてくれています。連射速度は遅いですが、32ヤスの弾数のおかげでほとんどのザコキャラたちを破壊することができました。実際にはかなりの時間がかかっていますが、映像を早送りすることでなかなかの連射力に見えますね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。トリガーを短く引くとレーザーサイトだけが出ますが、トリガーを引きっぱなしにすることでゆっくり弾を連射できます。反応もそんなにないので、落ち着いて狙っていれば目の前のものを簡単に破壊できると思います。それでは最後はイエロースライムに効くようにセラミックスの刃を銀の刃に入れ替えたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよ。発射ゆっくり発射される弾がバシバシ当たってくれて、どんどん耐久力を削っていきます。そして、やったー !358 ダメージ。巨大スライムを倒しました。少ないダメージを連続で与えることで、しっかり破壊まで持っていけました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたマシンガンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。
面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、